はいどうも、今回はこちらの OLED 付き中華ハンダゴテコントローラーを組み立てます。中華によくあるクローン品ってやつですね。付属品はこちら。付属品も袋から出して並べるとこんな感じですね。メーカーは謎。一応この辺メーカーなんでしょうがよくわかんないですね。対応しているのは T12、245、210、936ですね。8とか J とかのあれですね。付属品は TX12 コネクタのワッシャーとナットですね。で、水銀スイッチ、抵抗、本体用のノブ、1.3 インチの OLED がついたメイン基板ですね。その他にチップは210を使いたいので、210のチップ。対応したハンドル。こちらのハンドル、完成品しかなかったので完成品を購入してあります。しかし、チップによって中の配線が変わるので、必要であれば変更します。で、DC ジャック、コネクター、RCA コネクター、RCA のコードですね。スイッチ、電源コード。使ってない固定台ですね。ケースは操作面が前面、コネクタ類を背面に取り付ける感じでデザインしたケースを印刷したものがこちらですね。まだサポート取ってないので、この後取ります。電源はとりあえず安定化電源を使うので登場はします。さらに細かいコードなど必要なものがあれば追加する感じでやっていきます。まずはケースのサポートを除去して、ケースがはまるかどうかですね。まだわかんないんですよね、このケース。印刷しただけです。内側結構汚いですね。表面が良ければ OK とします。ケースのサポートを除去するとこんな感じですね。で、組み立てると、前面、背面って感じですね。そして基板に対してケースかなり大きめにしています。安定性のためですね。小さいケースにすると前に倒れたりしますからね。このぐらいがいいと思います。パネルに開けた穴にしっかりコネクタ類が収まるかどうか仮組みしていきます。まだわからないんですよね。背面パネルと前面パネル、仮付けするとこんな感じですね。いい感じではないでしょうか。スイッチとロータリーエンコーダーですね。で、ハンドルの接続、RCA コネクタ、電源入力の DC ですね。では配線していきます。まずは電源をスイッチを介して基板に配線します。電源部分の配線が終わったので、一応動作確認をしてみます。まだ電源入るかすらわからないんですよね。このスイッチを入れれば電源が入るはずです。入れてみます。入りますね。今何も繋いでないのでエラーにはなりますが大丈夫そうですね。
次はメインコネクターから GX コネクターへの配線をしておきます。コネクターの配線にはこの配線を使います。若干細いですけど大丈夫だと思います。210の基本配線はこんな感じですね。今回台にスリープ機能をつけたいので、通常ついている水銀スイッチはつけずに RCA 端子へつなぎます。そして基板側にチップ交換用の端子があるので、基板から外側の RCA 端子に接続するようにします。なのでハンドル側で必要な配線は3本になりますね。これがなくなるって感じです。こんな感じになります。で、やっていきます。両側こんな感じで処理しておきました。雑ですけどね。背面パネル側はこれで OK ですね。次に基板側に接続していきます。チップ交換はこのように接続するみたいですね。これでコネクターから本体基板への配線とハンダ付けが終わりました。で、この基板、保護機能が一切ないらしいので、配線間違いは一発アウトになります。一応この向きで基板が刺さるようになっているので、確認すると大丈夫ですね。スリープはこの部分につながっています。若干心配なのが、電源線のこの部分とハンドル側に行くこの2本ですね。プラスとマイナスですね。これが細いのでちょっと心配ですね。様子を見て交換しておくかもしれません。次はこちらのハンドルですね。内部の配線がしっかり合っているかどうか確認します。このままで良ければ挿すだけでこれは使えるようになります。おそらくコネクタ側から確認できると思うので分解して確認します。分解したコネクタを元に図にしたものがこちらですね。で、この中華の互換品ハンドル、配線が初めから間違っていることがあるらしいので絶対確認した方がいいです。間違っていた場合は基板が確実に壊れます。それからチップが壊れますね。発熱しないならいいんですが、異常発熱して終わってしまうらしいです。なので確認必須ですね。こちらのコネクタ2番と5番がこの部分で接続されています。基本配線の場合、2番と5番、配線は伸びていますが、結局は同じ部分で接続されているので一緒ですね。で基本配線の1番と4番、
が同じ部分に配線されてますが、1番と4番で水銀スイッチを使っています。本体側のコネクターで1番は接続してないので、結局は4番だけの配線になります。水銀スイッチを追加しようとする場合は、この先に何か水銀スイッチがついているかわかりませんが、追加することは可能だと思います。なので、このコネクターはこのまま使えます。これは当たりのコネクターだったということですね。当たりのハンドルだったってことですね。基板からコネクターへの配線とハンドルの配線確認が終わったので、この状態で動作確認をしておきます。ダメだったら、これでぶっ壊れるんですけどね。購入したチップの先端はこんな感じですね。今まで使ってたものと比べるとこのぐらい。結構変わりますよ。スイッチ入れてみます。ノーツールになってますね。認識してないですね。発熱はしてるんでしょうか。発熱もしてないですね。赤く光ってるのは反射してるだけです。ノーツールになる原因は分かりました。単純な話ですね。認識させないとダメみたいです。今認識してるので、スイッチを入れると、温度上がります。認識のさせ方は、一度ツール変換の行為をするかスリープさせるみたいですね。ノブに接触させると表示が変わります。こんな感じですね。これを一回やると認識します。で、ハンダが解けるかどうか。解けますね。細かったので心配ですが、配線の発熱そこまでないですね。ちなみに赤く今映ってるのは反射で赤く映っています。角度を変えて反射しないようにした画像を載せておきます。フロントパネルを組み立ててケースにしっかり入れていきます。若干穴が上に行き過ぎてるかもしれないですね。フロントパネルだけ印刷し直します。印刷して組み込み直したフロントパネルこんな感じですね。しっかり表示が収まるようになりました。この辺若干造形荒いんですけどね。後々交換する可能性はあります。とりあえずはこのまま組み立ててます。ケース組み立てるとこんな感じですね。といったところじゃないですかね。満足はないですね。この辺荒いですからね。あと、このノブが微妙ですね。これがどうにかならないですかね。こんなんどうですか？多分エアコンのフレアナットだと思います。これを加工してつけてみようと思います。青色の出っ張りが邪魔なので、切り落としてかぶせればフィットしそうな隙間してますね。やってみます。こんな感じで削れました。削ったんですが、若干細くなりすぎたかもしれないですね。ゆるゆるですね。なのでこの辺接着剤で貼ってうまくつけておきます。この穴を塞ぐもの何かいいものないかと探したところ、こんなのありました。これもエアコンの新品についてくるフレアのカバーですね。この向きではめるとちょうどいいかもしれないです。中に G クリアを流し込んで入れてしまいます。
接着剤まだ乾いてませんが、こんな感じのノブが完成しました。そこそこいい感じじゃないですかね。反対側見たらダメですけどね。回しやすさも結構いいです。ということで、ノブはこれでいこうと思います。次はコテ台を改造して使えるようにします。このコテ台もともと、このハンドル用なんですよね。このハンドル用なんですが、もともとまともに固定できないです。斜めになるって感じですね。改造するのは台座のこの部分ですね。この穴に、こちらの先端がうまくはまるようにします。今は見ての通り、貫通してしまいます。で、探してみた部品としては、何度変哲もないナットですね。こちらをこの部分に入れて、先端がはまるようにしようと思います。若干ナットが細いので、削ってはまるようにします。そしてこのナットにスリープの接点を作らなきゃいけないので、この辺に穴を開けて接点を出せるようにします。いや、うまく穴が開くかは謎ですね。やってみます。下穴なし、ポンチなしですが、2.5 の穴を開けてみます。単純にこうですね。こんな感じで穴開きました。M3 のネジを切って受けます。見えにくいですけどね、一応溝はできてます。次は内径を少し削って、この先端が入るようにします。若干入っているので、少し削ればいいと思います。これでいいですね。しっかりはまります。見た目からですが、削ったのこれぐらいです。本当に 0. 何ミリぐらいだと思います。溝もまだ全然残ってますね。で、この溝が、ハンドルにある溝に噛み込んでしっかり固定できるようになります。これは副産物ですね。右側何も持たずにしっかり固定できます。RCA コードの片側を切り落として Y 端子をつけておきます。その Y 端子がこの台につくって感じですね。RCA コード自体は2芯ですが、今回はスリップ機能のみ使うので、センターの1本だけですね。チップ交換機能をつける場合は、外周の線を作って取り付けるっていう感じですね。今回はセンターのみ使います。圧着端子を取り付ける前に、台座部分に穴を開けてコードを出せるようにしておきます。この辺ですね。スリッパー線をナットに固定できました。固定できたのはいいんですが、ネジの厚みの分、こちらの穴に通らなくなってしまいました。こんな感じですね。なので、この部分に穴を開けて友締めする感じで固定しようと思います。割ることなく穴開けができたので取り付けていきます。端子は内側に取り付けると隙間ができてしまうので、上側にこんな感じですね。固定するとこんな感じですね。内部のナットもしっかりこれで固定できてしまったので、特に他に固定する必要はなさそうですね。逆にこれで良かったのかもしれないですね。あとは台座に取り付けるだけですね。
で、配線はこの辺の隙間に押し込んでおきます。押し込むとこんな感じですね。特にこの辺は何かするわけではないので、これで大丈夫だと思います。これで固定台は完成ですが、問題はこちらが保持できるかですね。やってみます。大丈夫ですね。チップを取り付けたとしても、特に干渉することはないですね。いずれチップ交換の機能をつけたいときは、この配線を利用して、この辺に何かを作ればできると思います。とりあえずチップ交換をする必要性は今のところないので、これはこの辺に遊んでてもらいます。電源は安定化電源使用予定ですが、一応 DC ジャックも組み立てておきます。コートは交換する可能性があるので、カシメはせず、締めてしまいます。反対側は切りっぱなしですが、これで電源コード完成です。とりあえず使う予定はないですね。安定化電源を使用します。これで本体の組み立て、固定台の改造、ハンドルの確認、電源コードの接続が終わったので、最後に本体の裏側にゴム足を貼っておきます。ダイソーで14個入り100円でした。これ便利だと思います。ゴム足貼り付けた全体図はこんな感じですね。正面から見るとこんな感じになります。若干高級感出ますよね。正面パネルも印刷し直しておきました。ダイヤルもしっかり固まりましたね。ということで動作確認をします。接続はこれだけですね。動作確認をします。まずは電源ですね。入りますね。加熱も大丈夫っぽいですね。加熱しちゃってますね。スリープはなんか設定があるんですかね。スリープモードというのがありましたね。マニュアルにすればスリープになるのか。これで試してみます。温度下がり始めましたね。200度がスリープ温度みたいですね。取るとスリープが解除されるかどうかですね。解除されますね。差し込むとスリープ。スリープ温度は100度にしてみます。スリープテンプ。100度。設定中はなぜかスリープが切れるみたいですね。ばらつきは出ますが、だいたい100度ぐらいなんでしょう。スリープからの復帰時間を測ってみます。タイマー出せればこの辺に出しておきますね。やってみます。3、2、1、はい。
早いです。これで本体の動作とスリープ機能の確認は終わりなので、実際に何度ぐらい出ているかを簡易的に測ってみます。専用のものではありませんが、こちらの熱電池を使って温度を測ってみます。見にくいですが高さが合わないので、こんな感じに配置しておきます。ハンダがない状態だと300度に対して178度ぐらいですね。ハンダをつけた状態だと300度に対して266度ぐらいですね。今回購入したチップへのハンダの乗りを見ておきます。温度は250度ですね。乗りは悪くはないですね。先端まではいかないですけどね。試しにこの分につけてみます。使ってみた感想としては、先端が細いので熱の伝わり方は悪いですが、細いからこそ扱いやすさは抜群でした。ということで今回は中華製ハンダゴテキット基板の組み立てをしました。このチャンネルでは今回のような DIY やジャンクイン修理をしています。内容がいいと思ったらグッドボタン、また見たいと思ったらチャンネル登録お願いします。それではまた。